はい、それじゃあ、よく眠れるかもしれない光電効果の話っていうところでやっていきたいと思います。で、そもそもなんですけど、光っていうのは不思議なんですね。何がっていうと、時には粒子として振る舞うし、時には波動として振る舞うし、なんかこの二面性があって不思議だなって思ってたわけですね。で、この動画は、光電効果の動画なんですけど、単純な原理というよりかは、この辺の光の歴史的な流れも含めてちょっと話していきますね。光が波なのか粒なのかっていうところは、古くからいろんな学者さんが研究していて、時にはいやどう考えても波でしょっていう派閥があったり、時にはいやどっちかっつと粒っぽいんじゃねえのっていう意見があったり、そんなこんなで、波でしょ粒でしょってああでもないこうでもないっていう感じだったわけですね。で権威ある先生たちでもこんな感じで意見が割れるんだなっていう感じで、やっぱ光って不思議なんですね。でもとにかくその両方の性質があるっぽいんだなっていうところは少なくとも分かっていたので、こういうので光の二重性っていうところが出てくるんですよね。でもっとちゃんと光の探求の歴史っていうところを振り返っていくと、時代は1690年まで遡ります。でまずホイヘンさんっていう人が、光が解説するっていうことを発見して、これを理由に波動性っていうのを主張したわけですね。要はこんな絵のように光が壁の裏に回り込むんですよね。でこんな現象があるんだからどう考えても波でしょってホイヘンさんは言ったわけですね。で、ほぼ同時期にこのニュートンさんは、プリンシペアっていう、ニュートン力学だとかをいろいろまとめた書物があるんですけど、ここで光っていうのは粒子なんだよっていう風に述べてるわけですね。なんで光を粒子と考えるべきだっていう風な意見だったわけで、ニュートンさんは粒派だったんですね。でこの時点でもうホイヘンさんの主張とは真っ向から対立するような感じになってたわけですけど、ニュートンさんが言うなら粒なんだろうなみたいな感じで、割とその粒派の勢いっていうのは押せ押せみたいな感じだったっぽいですね。で時代は少し進んで、100年ぐらいですかね、進んで1805年、ここでトーマス・ヤングさんっていう人が有名な実験をするんですけど、これがヤングの二重スリット実験ってやつですね。要は光が干渉するっていうことを発見して、これで波動性っていうのを主張したわけですね。でぶっちゃけもうこの現象って決定的に波なんですよね。もうこんなことが起きるっていう時点で波であるとしか考えられないんですよね。なんで光って波でしょって話になってきて、でまたちょっと進んで1811年ですね。でフランソワ・アラゴさんという方がいらっしゃったんですけど、アラゴさんは、ちょっとこんな現象があるんだけどってことで、アラゴスポットってやつを発見したんですね。でこれ何かっていうと、弾に光を当てるんですよね。でそうした時にこのスクリーンに映る、像を見るんですけど、でこんな感じの模様が映し出されて、で弾の裏側も割と光るんですよ。でなんとなく干渉光っぽいものが出たり、あとは中心にぽっかり穴が開いたりみたいな感じで、こういうのをスポット、アラゴスポットって言うんですけど、要はこの弾の裏側で干渉的ななんやかんやが起きてるっちゅうことですよね。でこんな風になるんで、やっぱ光って波なんじゃねえのって思ったわけですね。でこんな感じでだんだん波派の実験事実っていうのが数多く報告されていきますと。でもっと言うと、光の速度っていうのが測定できれば波なのか粒子なのかはっきりするんじゃないのって思ったわけですね。これどういうことかっていうと、空気から水に光が入っていくときにこれ屈折するんですよね。これは身近な現象ですよね。でこの屈折を起こすメカニズムって何なんだろうなって話になるんですけど、仮に光が波なんだとすると、電磁波が減衰することでこういう風に屈折してるんじゃんって話になってきて、でもし光が粒子なんだとすると、粒が下向きの力を受けて、加速することでこうなってんじゃないのっていう話になってきて、要は波なら減速するし粒子なら加速するって、原理的にはそうなりそうなんですね。つうわけなので、この光の速度っていうのが分かればこの問題に決着がつくんじゃねって思ったわけですね。でこれが1820年の頭ぐらいですかね。こんな風に着想を得て、光の速度を測ろうと思うんですけど、
で、やっぱなんやかんや光の速度を正確に測るっていうのは大変なんですね。それが1850年くらいまで結構苦戦していたみたいですけど、で、ここで、アルマン・フィゾーとレオン・フーコーっていう2人の、学者が出てきて、で、光の速度を測る実験で、フィゾーの実験とかフーコーの実験とかって多分聞いたことあるかなとは思うんですけど、で、フィゾーさんがどうやったかっていうと、こんな感じの実験装置でやったんですね。ハーフミラーっていうのは、光を半分透過してくれる鏡みたいなもんなんですけど、で、鏡にいろいろ光を跳ね返してもらってそれを肉眼で見るんですが、大事なのはここに歯車を置くんですよね。で、この歯車を使って歯車の回転が遅い時には、光が行きと帰りでビュンビュンで通り抜けるんで普通に眩しく見えますと。で、一方で歯車の回転の速度を上げていくと、行きの光は通るんだけど帰りの光は通れなくって暗く見えちゃいますみたいな、そんな感じですね。で、歯車の波数だとか、回転速度だとかをうまくコントロールしながら光の速度っていうのを測りましたと。原理的にはピンときますよね。で、ちなみに歯車から普通のミラーまでの距離ってだいたい9000メートル、9キロ近くあったっぽいですね。で、実際の実験装置っていうのはもっと複雑なんですけど、その辺は概要欄に URL を貼っておきますね。で、的な感じの測定方法が、フィゾーの高速度の測定の原理ですね。で、ちなみにこの時に測定された高速っていうのは3154のほにゃほにゃほにゃなんですけど、だいたい光の速度って30万 km って言うんですけど、今日では、2997ほにゃほにゃほにゃで、この誤差がだいたい 5% ですね。で、結構この原始的なっていうかアナログな方法でここまで正確に測定できるんだなって思ってすげえなって思うんですけど、かなり精度高く感じますね。5%、5% どう感じるかはですけど、個人的にはすごく精度高いなって感じますね。で、これが1849年のことだったんですけど、これが人類で最初の光の速度の測定ですね。で、また一方でマクスウェルさんがマクスウェル方程式から、光の速度っていうのを導出したんですけど、それがこの光の速度とほぼ一致したんですよね。なんでマクスウェルさんは自分が求めたのはこのフィゾーの高速だったんだって思ったそうですね。ほぼ合ってますもんね。で、またフーコーさんがどうしたかっていうと、こんな感じの実験装置で測定をしました。で、歯車を使った実験はなんとなくピンときたんですけど、これパッと見せられてもなんでこれで速度わかんねんって感じだとは思ってて、で、ポイントはこの回転ミラーとこのぐにゃっと曲がったミラーがポイントなんですけど、これ回転ミラーが要はこの凸面のミラーに光が当たってるか当たってないかの問題なんですけど、この凸面ミラーに光が当たってないときは暗いって感じるわけですね。で、当たってる間は眩しいって感じるわけで、この当たってる時間っていうのを観測するわけなんですよね。で、この回転ミラーの回転速度だとか、眩しいと感じる時間だとかっていうところを調べていくと、光の速度ってわかるんだっつう感じでやったわけですね。的な感じの速度の測定方法がフーコーの高速度の測定の原理ですね。で、これもやっぱり実際の実験装置とか手順っていうのはバチクソに複雑なんで、一回見てみると面白いかもしれないです。URL は貼っておきますね、概要欄に。で、こんな原理で測定を頑張ってたみたいですけど、これが、最終的に報告されているのが1862年で、その時の高速っていうのが2980ほにゃほにゃほにゃで、誤差約 0.6% っていうことで、もうバチクソに正確ですよね。0.6% っていうともうなんか計測器の誤差とかどうなってんだっていうのがよくわかんないですけど、もうほぼドンピシャで合ってるって言っていいぐらいだと思いますけどね。で、そんなこんなで、1850年くらいにはこの光の速度っていうのは測定されつつあったわけですね。だし、フーコーさんはこの媒質っていうのを変えての測定もしていたみたいなので、水中では光の速度が遅くなるっていうことも発見していたわけですね。だいたい 75% くらいまで減衰するっぽいですね。だいたい4分の3くらいまでは減衰するみたいですね。で、話を戻すと、この光の速度っていうのが測定できれば、波なのか粒子なのかっていうところがはっきりするんじゃないかって思ってたわけで、結局それは、水中だと遅くなりますっていう結果が得られたわけで、これが
光が波であることを立証したんですね。で、さらに1865年には、このマクスウェル方程式から、光が電磁気的な波なんだっていうところも導出されていたので、理論的にも光って波ですよっていう話になってきたわけですね。そんな感じでこの辺の光の探求の歴史っていうのをまとめると、1690年にホイヘンさんが光の解説っていうところから波動性を主張したところから100、200年いかないぐらい、ずっと探求されてきたわけですけど、そこで実験的な事実から考えると、そのどれもが、光が波であることを、立証したわけですね。なんで、1900年くらいになると、やっぱ光って波だったんじゃんみたいな感じになってくるわけですね。で、唯一ニュートンさんが、粒だって言ってたんですけど、ニュートンさんの時代じゃ測定精度にも限界あったろうし、みたいな感じだったんですよね。ニュートンさんといえど、そんなこともありますよねみたいな。でも結果的には波でしたねみたいな、そんな感じだったんですね。なので、波動説、粒子説、これはもう波動説のノックアウト勝ち、圧勝だったわけですね。で、波なのか粒なのかっていうところの話はもうこれで一件落着、めでたしめでたしっていう感じでしたというところかと思いきや、一人の物理学者が、やっぱ光って粒子なんじゃないっていうことを言い出したわけですね。で、光電効果の話に来るわけですね。もしかしたら粒子かもしれないよっていうところの光電効果の話っていうところで本題に行きますと。導入に何分かけてんねんって感じですけど。で、そもそも光電効果の現象からまず行くんですけど、こんな感じで亜鉛板と瓶を用意しますと。で、瓶のこの中に亜鉛の箔っていうのをぶら下げといて、それが外側と同通してるわけですね。で、ここの外に出た亜鉛板に、プラスに帯電した何らかを近づけていくと、空論力的ななんやかんやでマイナスの電荷っていうのが引っ張り上げられて、逆にこの瓶の中の箔っていうのはプラスに帯電するんですね。で、プラスに帯電したら今度はやっぱりその空論力的なあれで反発するんで、箔がパカーッと開くんですよ。要はこんな感じで帯電してるとなんか起きるみたいな感じのやつを、こんな感じの装置を箔検電器って言うんですけど、これを使って光電効果っていうのを見てみる実験が多いんで、ちょっとこれで説明しますね。で、まず下準備としてマイナスに帯電させておきます。別にマイナスに帯電してなきゃ光電効果が起きないってわけではないんですけど、こうすると分かりやすいんで、こうすることが多いですね。で、ここに光を当てると箔が閉じるんですよね。で、これ何が起きてるのって話になるんですけど、絵に描いた通りなんですけど、これ光が電子を吹き飛ばすんですよね。で、こんな感じで光が電子を吹き飛ばす現象を光電効果って呼んでます。で、ちなみに光に反応する何らかに光を当てると、電球に電気が流れて光るわけなんですけど、要は光を使って電子の動きっていうのを作れるので、電気が流れるわけですね。で、よくケイ素とかの半導体を使ったりしますけど、これをやってんのが太陽光発電なんですよね。文字通り光と電気を交換できるようになるわけですね。光を当てて電子を動かしてるわけなので。で、何が起きてるんですかっていう話になってきて、なんか光を使って電子を動かしてるっぽいですねってなるんですけど、この亜鉛板の、亜鉛板というか金属の表面って、こんな感じになってるじゃないですか。要は金属元素、原子の周りに自由電子が動いていて、で、ちなみに亜鉛の電子配置をちゃんと書くとこんな風になっていて、で、電子核の、入れるだけ入っているところは、すごく安定しているんですが、この飛び出ている部分っていうのはすごい不安定なわけで、ここに、エネルギーがやってくると、この飛び出ている部分は我慢できなくなって、ぴょんと飛び出しちゃうんですね。光というのが電磁波なんだとすると、これお弁当を温めたりするのと同じように何かエネルギーを伝えてくれるわけじゃないですか。なので光っていう電磁波を使って、金属板に電磁波をぶつけてエネルギーを伝えてあげることで、この金属の中の自由電子っていうやつが、ポ
ポンと飛び出てくると。こういう風になってるんだなって想像がつくわけですね。こんな風になってんだろうなって思うじゃないですか。で、ここまでの話を聞くと、現象としてそういうのがあんのねっていう風には思うんですけど、なんか別に大した話でもなくねって思うと思うんですよね。てか自分はそう思うんですよね。で、こっからが本題で、というか本筋で、現象自体は別に大したことないんですけど、説明ができないんですよね。これ1900年頭ぐらいの話なんですけど、そこまでの理論だと、これをうまく説明できなかったんですね。で、さらに先の話をしちゃうと、1921年に、皆さんご存知、アインシュタインがノーベル物理学賞っていうのを受賞してます。この光量子仮説に基づく光電効果の理論的解明っていうところで受賞したんですね。要はわけわかんなかったんだけど、わけわかるようにしましたっていう話なんですけど。で、さらに言うと、この光電効果の解明によって初期量子論の確立っていうところにつながったんですね。要は光の波動性っていうところを信じてやってきたんですけど、それがやっぱ限界があって、古典力学的な限界にぶち当たって、それをどうにかしたのが、すごかったって話なんですけど。で、何がそんなに不思議なんですかねって話に行きますね。とにかく光っていう電磁波を当てて電子を取り出していたわけなんですけど、これ電子が出てこない時もあれば、なんかめっちゃいっぱい出てくることもあれば、この光と飛び出る電子っていうのの関係がわからなかったんですね。で、光が電磁波でこれがエネルギーを伝えているんだとすると、じゃあ電磁波のエネルギーって何なんですかねって話になってきて、で、波なんだとするとパラメータは2つなんですよね。1つは振幅、1つは周波数。周波数とか波長って同じことですけど。で、これを、こんな感じで縦軸に周波数、横軸に振幅っていうのを書くと視覚的にはなんかこうなるかなって思って書いてみたんですけど、例えば光で言うと周波数ちっちゃい方は赤くなるし、周波数大きいほどなんか黒っぽく黄色、緑、紫みたいな感じで、変化していくんですけど、例えば同じ振幅、同じ強度の光でも赤とか黄色とかになったりするし、同じ赤色でも、暗い眩しいの話で光の強さっていうのは変えられて、暗い光もあれば明るい光もありますよねっていうのが横軸の話なんですね。で、ここにエネルギーの概念を与えてあげて、二次元のマップを書くとこんな感じになるかなって思うんですけど、要は振幅が小さくて周波数が小さい方は、エネルギーが小さい。で、逆に振幅がでかいほど、周波数がでかいほどエネルギーって大きくなっていくんで、右下に行くにつれてエネルギーって大きくなっていくんだみたいな、こんな感じかなって今ちょっと書いてみましたってところで、これ厳密に言うとちょっと微妙なんですけど、直感的なイメージはこんな感じかなっていうところですね、まず。ただちょっと結構乱暴なので説明が、話半分にここは聞いてもらってってところで、で、とにかく、この光をちょっと調整してみるんですね。一つは、同じ赤色の光、同じ周波数の光を使うんだけど、振幅、強度を強くしていく。この光の強度をいくら強めたところで光電効果が現れるっていうことはなかったんですね。これが不思議ポイント、1ですけど。で、そもそも光電効果の歴史っていうところで言うと、1839年にベクレル効果で有名なベクレルさんが、光と電流の関係性っていうのを見出したり、あとは1887年にヘルツさん。ヘルツって言葉を聞いたことない人は多分いないと思うんですけど、ヘルツさんも光電効果の研究をしていて、で、その翌年88年には、フィリップ・レーナルトさんっていう人が、やっぱり光電効果のいろいろな法則とかそういうのを見出したわけですね。光の強さとは無関係だよとか、波長が短いほど強くなるんだとか、その辺の法則をいろいろ見つけていて、で、この辺の1800年から1900年にかけての、光電効果の実験で、次のような実験事実を得たわけです。で、一つは単純に光の強度を大きくしていっても電子が飛び出すわけじゃないからね。で、二つ目が振動数の大きい光を当てると、飛び出す電子、光電子の運動エネルギーは変わるんだけど、飛び出す電子の数に変化はないですよ。で、最後が強い光を当てるとたくさんの電子が出てくるんだけど、電子1個あたりの運動エネルギーに変化はないですよ。
この3つを見つけたわけですね。で、ちょっとこれを一個一個噛み砕いていこうと思うんですけど、まず1個目は、さっき言った通りなんですけど、例えば赤い光、弱っちい赤い光を当てていて、で、これをめっちゃ強い赤い光に変えたとしても、電子って飛び出してこないんで、なんかもしかしてエネルギーと関係ないのかなとか思ったりもして、これが不思議でしたと。で、2つ目に振動数の大きい光をうんたらかんたらってやつは、この金属の表面に、黄色い光を当てると、電子がポンと1個飛び出たわけですけど、これを緑色の光に変えると、振幅は変えずに色だけ変えると、今度は元気よくポンと飛び出たんですよね。いきなりどうしたって感じで、すごい勢いで飛び出したわけですね。で、3つ目の、強い光を当てるとってところは、緑色の光を当てると電子って飛び出てきたんですけど、この状態から振幅、つまり強度を上げていくと、なんかめっちゃ出てきたなって。一個一個の電子が飛び出る運動量っていうのは変わらずに、飛び出てくる電子の数っていうのが増えたわけですね。運動量っていうのは電気として変換して観測していたわけですけど、で、全くのデタラメではなくて、なんとなくこう傾向っていうのは見えてきたわけですね。で、1番に関して言えば、なんかをきっかけに飛び出ているっぽいなとか、そんな風に思うじゃないですか。で、ニトさんも大体同じことを言っていて、振動数と振幅でエネルギーの使われ方が違うんじゃないかなって思うわけですね。使われ方っていうか、電子がエネルギーを受け取り方が違うんじゃないかって話ですけど、そんな風に思えてきて、ただこれはそうだとしても波動説では説明不能なんですよね。光が波だっていう風に考えるともうお手上げなんですよね。で、波動説に基づく仮説っていうところで、波なんだとするとこうでしょっていうのはさっきまで説明してきた通りなんですけど、金属面に当たるとどうたらこうたらっていうところは、光の電磁場によって電子が揺さぶられてエネルギーが与えられて、そんで限界を迎えると電子が飛び出してくんだ。そうですよね。で、それから、電子に与えられるエネルギーは光の電磁場の強さの2乗に、2乗かはさておき、電磁場の強さに比例するはずなんだ。だから、放出される光電子のエネルギーは光の強度に依存するはずなんだ。そうですよね。で、これが観測事実と、矛盾するわけなので、困っちゃったなってなってくるんですけど、で、波動説っていうのはここまで順調に解明されてきたわけじゃないですか。光っていうのはなんか波っぽいぞっていう話から、やっぱり波でしたっていうところが立証されて、その説に基づいてどんどん解明されてきたわけなんですけど、ここで観測事実と矛盾したっていうところで、言い換えるとこれ古典力学の限界だったわけですね。限界にぶち当たったんですよね。だったんだけれど、アインシュタインがこの光量子仮説に基づく光電効果の理論的解明っていうところで、ノーベル物理学賞を受賞して、これを紐解いてあげましたというところですね。なので、ここの具体的な話っていうのは続き、光量子仮説の動画で説明しようと思っています。はい、ちゅうところで、ここまで動画をご視聴いただきありがとうございました。今回の動画はこれで終わりにしたいと思います。また次の動画も見ていただけたら嬉しいです。それから高評価、チャンネル登録していただけると、励みになりますし、次の動画も頑張るかっていうような感じになってくるので、もしよければお願いします。というところで、はい、今回はこれで終わりたいと思います。それじゃあまたね。バイバーイ。